言いましたよ。もうやめようっつって、解散しようっつって。っていうか抜けるから、その解散するのもしないも分かんないけど、とりあえずやめるって。ラルク・アンシエルは1991年に結成。大阪を拠点として始動するとたちまち人気を獲得。関東へと活動を広げていく中で加入したのがケン。前のギターが辞める話になって、でその時にもともとケンちゃんのやってるバンドのデモテープを聴いてたから、じゃあこのギターの子いいじゃんって言ったのがきっかけですね。留年してさ、大学4年だったんだね、その時。アマチュアバンドみたいな、その大学の友達と、まあよその大学の友達も混ざったりしながら曲を作ったりするのはしてたな。その頃作ってた曲もラルクでやったからね。予感もその頃作ってた曲だね。真夜中にそのミーティングをしたんで、せめて朝7時になるまで待とうみたいな。今急に電話しても眠いからダメって言われそうだから、断られそうだから。電話来て、で1週間後ぐらいに連絡するって言われたのかちょっと覚えてないですけど、なんか期間はくれたんですよ。けど自分の中では入ろうと思っちゃってるんですね。入ろうと思っちゃってるけど、これはちゃんと考えなきゃいけないことだから考えるべきなんだよ。いや入ろうと思ってるんだけどけどどうやって考えるんだろう、どうやって真剣に考えるとはみたいになっちゃって、ピンときたと。来てた。作曲面でも類いまれなるセンスを誇るケンが加入したことはバンドを飛躍的に進化させた。インディーズでファーストアルバムをリリースした後、1994年にメジャーデビュー。我々はここまでやったんだから、じゃあメジャーの力を見せてもらいましょうかっていう感じでスタンス。そう思ってたけど、実際はなんか手応えがあんまなかったですね。なんか思ったより大したことねえなメジャーみたいな。その時思ったのが、やっぱ結局はバンドがちゃんとしてないと任せっきりじゃダメなんだなっていうのはその段階で気がつきましたね。でもバンドってね、自分たちの責任でやることだし、自分たちの責任でやったことが全部成功につながってきたんで、多分自信もあったんですよね。メジャーレーベルに在籍しながらもあくまでも手綱を握るのはバンド自身。その形に意識を戻したことで作品のセールス、ライブ動員は増大した。そんな中、自分たちがよりスムーズに活動するためにはさらなるヒット曲が必要だと気づき始める。真の自由を求めて。売りたかったんだみたいなって気分だったの俺は。なんか売れてないとできないこととかって結構あるんですよね。なんかそういうところでなんかちょっとエンジンかかっちゃいましたね。じゃあ売れて やるよみたいな。そう思ってたんだみんなみたいな。じゃあやろうみたいな。高いクオリティを保ったままヒット曲を連打。ライブ会場もスタジアムクラスへと拡大。1998年には現ドラマーの幸宏が加入して楽曲制作面でもより強靭な今の4人が揃うことになる。しかしメンバーの関係性には少しずつ変化が生まれ始めていた。99年ぐらいまでですか、もうちょっと前かな。その辺ぐらいからですね。あんまり喋らないというか、なんか提案があってもなんかそれぞれが牽制し合うような状態になってしまったね、2000年ぐらいを境に。まあそうですね、それくらいからですかね。あんま喋らないですね。それはその牽制し合うのはなぜそういう空気というか牽制し合わなければならないのかなと思って。何か一つの提案に対していいね悪いを言うと、そっからなんか責任が生まれるじゃないですか。いいねって言うと、あ、いいんだってなるじゃないですか。あの人はいいんだ、じゃあいいんだねみたいな難しいかな。なんかその責任が生まれちゃうんですよね。いいねって言うと、この人のセンスはそれなんだみたいな。もっといいものがあるかもしんないとかのに
とかなんかいろいろあると思うんですよね。もしくは良くないって言ったら何が良くないのかってまた責任追及が始まるじゃないですか。責任追及、それを話し合うのがすごく牽制し合うというか、センスの牽制。そこでなんか友達同士ならそれで「そんなん好きなの変なの?」とかで終わるかもしれないけど、我々の場合はそれがアルバムジャケットだったりなんかそう代表するものになっていくじゃないですか。そこで責任取るのが怖いみたいながあったと思うんですね。いいっていうのが怖い。それって今の年代時期も考えるとやっぱり売れてきてるからこそのプレッシャーというか緊張感というか。いやそういうんじゃないですね。売れてるからとかじゃなくて、なんやろな、まあ会話のない感じですよ。バンドの顔であるボーカリストの脱退宣言。言いましたよ。もうやめようっつって、解散しようっつって。っていうか抜けるからその解散するのもしないも分かんないけどとりあえずやめるって言いましたよ。はい。メンバーに。はい。で一瞬そういう雰囲気になったんですけど、結局みんなやりたいっていうんで、じゃあもうちょっと様子見ようかなと、なんか変わるかもしれないなと思って、メンバーがね。でも変わりませんでしたね。まあ、でもその時期乗り越えたからまあ続いてるのかなとは思いますけど。一瞬というかもうハイドから僕お手紙もらったんです。手紙もらってそこにもう、バンド辞めたいって書いてたんですね。でハイドの性格考えたらそんな思いつきで言ってるわけじゃないっていうか、多分考えに考えて悩んだ結果を手紙にねして、でも直接言うのもちょっと多分しんどかったんだと思うんですね。で、手紙もらって辞めたいって書いてたんで、その意見は尊重するべきだとは思ったけど、手紙だけでねそこで終わっちゃうのも寂しいんで、メンバー全員4人だけで久しぶりに会って話しましたね。で4人だけで話をしたんですけど、辞めたいっていうハイドがいたんで、もうじゃあ解散するしかないねっていう話で、確か事務所にもその後僕が解散しますっていうのを正式に伝えて、だからその解散するっていうのはもう本当に一部のスタッフしか知らなかったんですけど、リーダーとしていろいろ僕のところにはいろんな意見が集まってきてて、でハイドがね悩んで多分出した結論なんで、そんな簡単にはもう意見変わらないだろうって僕も思ってたんですけど、もう少し話して、どこだったかな、次は2人だけで会ったんだ。そうだ、2人だけで会って話をして、何の話したかな、いろんなバンド以外の話もした気がするんですけど、最終的にはもうちょっと頑張ってみようっていうふうにハイドが言ってくれましたね。
なんかあと4人で話して解散決めた時になんかちょっと寂しいなっていうのもあって、なんか誰一人解散を反対しなかったんで、本当に解散でいいんだってちょっと寂しい思いあったんで、なんかそのまま終わっちゃうのどっか心残りだったんだと思います、僕が。ドラムのフレーズとちょっと合ってないかなと思います。だからルートとかで行った方がいいんじゃないかなと思います。はい。で本ちゃんのリズムになってから元戻って、今は結構クールに次の頭に入ってたんで、リズム復活するとこもうちょっと2小節ぐらい前から盛り上げていいかなと思いました。そういう感じかな。8部でもいいかな。復活するとこかもしれない。その辺を雰囲気で任せます。はい。普通のリズムパッと入った後、普通のリズムに入るところでちょっとストリングスを足したのね。であとずっただだっただだとかってもちょっところどころ足してるから、いらなかったら言って。ありがとう。ハイドが合流したことでスタジオの空間に風穴が開いた。肉声が加わって楽曲たちが表情を増し、次々と命を吹き込まれ生き生きと躍動する。バンドアンサンブルをより良くするための提案を投げかけるハイド。それに3人は答え、ラルク・アンシエルとしての対話が深まっていく。欠けていたピースがはまり、いよいよ4人の共鳴が始まった。なんとなく分かってます。厳密には分かってないですよ。僕そのメンバーだけのところ見てないですから。でもみんなねなんていうんですか、悪く言うと子供なんですよ。なんで自分を曲げない、悪く言うとね。だからなんか突っ込んでいくと結局意見が合わないから曲げないといけなくなるじゃない。だから突っ込みたくないんですよ。突っ込むと結局折り合わないから曲げないといけない、どちらかが。だから多分話さないんじゃないですか。僕は多分メンバーの中で一番大人ですね僕はなんかもう受け入れないのも含めて握手できるタイプです。なんかこだわってるともうキリないじゃないですか。だからもうなんかムカつくことあっても笑って次の展開に持っていきたいから、音鳴らす以上は
この音出てたら気持ちいいねっていう共有はあればいいと思います。それ以外はもう俺はこうなんだ、いやいや俺はこうなんだのギリギリのこの輪っかのね集合のここのね共通項が出ていくんだと思う。めっちゃちっちゃい子のめっちゃちっちゃい大きくなる日もあるんですよ。ちっちゃくなる日もあるっていうか、そんな気分。音楽に対してのやっぱそこはすごいですね。多分それぞれがこだわりというか追求してる感じはありますよ。人間関係をもうちょっとうまくできるようになればいいとは思うんですけど、でも、アーティストだからいいんじゃないですか。なんかそんなアーティストが芸術家が4人集まるからこそそんなうまくいくわけないんですよね。そんな何もかもが。例えば岡本太郎が4人いて成立しないでしょ。だから今続いてるの奇跡。本番までの日にちが迫り、最終仕上げに入ったメンバーたち。強烈な個性と探求心を持つ4人の芸術家が集まり、重なり合うことでしか生まれない奇跡の音楽。緊張の糸をまとうことで浮き彫りになる独自の世界観。その危うさの上に鳴り響くロックこそラルク・アンシエルの醍醐味なのかもしれない。約1ヶ月にも及ぶリハーサルを終え、ついに迎えた本番。2日目となる5月22日の天気は雨模様だった初日とは一変、青空が広がった。ステージではいつも通り一番乗りした幸宏が調整中。そんな中、メンバーが一人また一人と会場入り。初日は本番終了後も夜遅くまでライブ映像をチェックし、舞台チームと演出周りの最終調整をしていたハイドも到着。役者が揃った。他の会場とはちょっと違うもんなんですか、いろいろと。ちょっと違うね、やっぱね。東京で一番大きい会場だと思うんで、まあ他にはあるけど、そういう意味ではなんかちょっと気合入るかな。あんま変わんないけど。
メンバーがステージに集まり、最終リハーサルがスタート。はい、皆さんおはようございます。準備したら聞いてください。5月22日日曜日、サーティースアニバーサリーライブ2日目でございます。どうもよろしくお願いします。はい、東京ドーム2日目です。サーティスアニバーサリー最後のファイナルですね。最高のフィナーレを気合い入れていくぜ。はい、皆さん、参りましょう。こんなラルクを理解してくれてありがとうって感じ。